こんにちは。ニューヨークの HJI で哲学を教えている野田圭介です。もしあなたが今、自分の姿を誰にも見えなくできたとしたら、一体何をしますか？何をやっても捕まることもないし、誰から非難されることもない。さあ、どうします？プラトンが記述したギネスの魔法の指輪の物語では、ある羊飼いが自分を見えなくさせることができる魔法の指輪を見つけます。そしてその力を得ることによって普通に暮らしていた羊飼いがどうなり何をしたかという物語です。トルキエンは指輪物語 The Lord of Rings でこの指輪の力を物語に組み込みました。この物語は時代を超えたある問いを投げかけています。私たちが善にとどまるのは良心ゆえなのか、それとも誰かが見ているからなのでしょうか。このエンカウンターの第1話では、自由、誘惑、道徳的な選択が交差する地点から人間を探る旅が始まります。ご参加くださりありがとうございます。シーズン1は4つのパートから成り立っています。パート1、誘惑、権力、そして人間の限界、私たちの脆さ。パート2、AI と人間についての問い、言語、心理、創造性、自己をめぐるジレンマ。パート3、時代を超える英知、プラトンからフランクル、ハイデガー、アーレントなど。パート4、原点に立ち返り、人間に固有なものは何かを問います。パート1では、隠された力の誘惑、仲間でいたいという欲求、そして服従に伴う人間の危うさと向き合います。それぞれの物語はこう問いかけます。それぞれの試練に出会ったとき、あなたは一体どんな人間になるのかと。エピソード1、ギネスの指輪。もしあなたが誰からも見えなくなれたら、あなたは何をしますか？私たちの旅は、はるか昔のリディアの丘から始まります。ごく普通の羊飼いが、人間の心を今なお射抜く謎につまずいた場所です。ギネスは英雄でもなく王でもなく、ただの羊飼いでした。誰にも気づかれることもなく、名もなく、ただ静かに羊の世話をしていただけの人でした。ある嵐の夜、運命が隠された扉を開くまでは。この物語はプラトンの国家編第2巻に記されています。語り手はプラトンの兄グラウコン。彼はソクラテスに挑み問います。人は自分の不正を隠せるとき、正しくあろうとするだろうか。彼はこう主張します。正しさというものは、人はあえてそれを選んだわけでもないし、内的な信念によるのでもなく、ただ恐れから正しくあろうとしているのに過ぎないと。この指輪の物語は、単なる神話にとどまらず、哲学的な問いを突きつけています。大地震が襲い、地面を裂いたとき、ギネスはあらわになった隠された洞窟を見つけ、そこに降りていきました。そこで彼は見つけます。朽ちた王の亡骸の上で、かすかに光る金の指輪を。沈黙したままじっと待っていたかのように。ギネスがその指輪をはめ、一方に回した瞬間、姿が消えました。しかしそれを逆に回すとまた見えるようになります。彼は自分の姿を自由に見えたり見えなくしたりできる力を手に入れたのです。誰の目にも映らない世界。行動はすべて隠され、責任は消え、そこで彼は恐るべき自由を手にします。誰にも知られずに行動できる自由です。
プラトンは問いかけます。もし人が好きな時に姿を消せるとしたら、うごめく誘惑にこうしうる者がいるだろうか。正義は生き残れるのか、それとも最善の人でさえも誘惑に落ちていくのだろうか。この指輪のイメージはトルキアンの指輪物語 The Lord of Rings にも受け継がれ、常に私たちを試し続けます。人は行為の結果から解き放たれたとき、どんな人間になるのでしょうか。ギンエスは王妃を誘惑し、共謀して王を殺し、王座を奪います。不可視性の力はごく普通の羊飼いを表変させました。たった一瞬のうちに。これは3つの問いを突きつけます。第一に、人は善にとどまっているものの、自分の行為が道徳的にも法的にも一切問われなくなったら、悪の誘惑に簡単に乗ってしまうものなのか。第二に、組織の仕組みの中で自分の行為が誰にも知られないとき、つまりある種の不可視性があった場合、人は悪に染まらざるを得ない弱い存在なんだろうか。第三に、グラウコンが指摘したように、恐れによって人間は善にとどまっているに過ぎないのだろうか。例えば宗教においても、死後の世界における懲罰という恐れが信者を信仰にとどめているのだろうか。マキアベリが指摘したように、人間を犯す根本感情は恐れなのでしょうか。問いはつきませんが、ギンエスの指輪の物語はこうした問いを突きつけているように思います。今日、指輪は神話にとどまるのではなく、デジタル世界において、匿名の掲示板、隠されたユーザー名、そして作り手を覆い隠すアルゴリズムの中に存在しています。AI 時代、不可視性は当たり前になりました。そして同じくその誘惑も。誰も見ていないと信じるとき、人はどんな選択をするのでしょうか。心ない書き込みをするのか、虚偽の情報を広めるのか、匿名という群衆に紛れて他者を傷つけるのか、それとも逆に見えないからこそ正しいことを言うのか、権力に沈黙を強いられる場で弱き者を守るために声を上げるのでしょうか。羊飼いが王になれたのは誰にも見られなかったからです。不可視性がギンエスに力を与え、その力がどういう人間になるのかをあらわにしました。AI 時代の私たちも同じです。匿名性の影に隠れつつ、監視によって暴かれながらも、同じ選択の岐路に立っています。力の前で私たちは誰になるのでしょうか。その選択は多くの場合、誰の目も届かない場所でなされます。ギンエスの指輪が照らしたのは、行為の結果から解き離れたとき、あなたはどうするのかという問いであり、誘惑です。しかしもう一つのより暗い試練があります。権威が他人を傷つけよと命じたとき、人はどうするのでしょうか。次のエピソードでは、神話を離れ、現代科学の世界に分け入ります。ミルグラムの実験が明らかにした同調、服従という冷たい真実に向き合います。そこでの危険性は不可視性ではなく、権威への服従です。